ここはどこだ？アカプルコの海。いや、それにしては静かすぎる。俺はなぜこんな場所に倒れていたんだ？昨べは確かダルの抱き枕ほのかちゃんを救うために D メールを送り、そうすると今度はしおりちゃんの抱き枕が犠牲になり、そこでまたしおりちゃんを救うための D メールを送り、そうすると今度はねねちゃんが犠牲になり、それでまた D メールをというのをダルが延々と繰り返し、最後にまなかちゃんを救うための13回目の D メールを送ったところまでは覚えているのだが。やっと目が覚めたみたいね、岡部。クリスティーナ、ここは？俺たちは熱海にいたはずでは？熱海？何言ってるの？確かに最初は熱海で合宿の予定だったけど、直前になって橋田が熱海に行くと僕のまなかちゃんに不幸が起きるとか騒ぎ出して、急遽行き先を変更したんじゃない。世界線が変わってラボメン合宿の行き先まで変わってしまったというのか。ではここはやはりアカプルコの海？なわけないでしょ。フェイリスさんの別荘のある南の島に向かう途中、乱気流に巻き込まれて、ほらあそこに。海岸に自家用ジェットが。そう、この島に不時着したってわけ。他のラボメンたちは無事なのか？大丈夫、みんな無事よ。今島の中を探索しているところ。お。おかりー。よかった、目が覚めたんだね。魔王スタルヌートの呪いで1000年の眠りについたのかと心配したにゃ。それで島の中の様子は？ダメ、誰もいない。どうやら無人島みたいだね。どうしましょう、京馬さん。俺だ。どうやら休暇はおしまいのようだ。オペレーションアイギルを前にもう少しこの左腕を眠らせておいてやりたかったが。言っとくけど携帯の電波は圏外だから。でも助けはすぐに来ますよね。ここが本当に地球上にある島なら。は？どういう意味だ、橋田？さっき僕見たんだお。ジャングルの中に白クマがいるの。白クマだと？なぜアカプルコに白クマが？だからアカプルコじゃないと言ったろうが。でもなんでこんなあったかい島に白クマが？それって最初の行き先だった熱海の近くの熱川ってところにワニがいるのと何か関係が？いや、それは関係ない。あとバナナも無関係だ。ひょっとして僕たち磁気嵐のようなものに巻き込まれてどこか異次元の島に飛ばされてしまったんじゃ。まさかフィラデルフィアの悪魔ティガテールカスメの封印が解かれたということにゃ。いや、フェイリス、話がややこしくなるので中二設定の会話は控えろ。お前が言うな。とにかく助けが来るまではこの無人島で私たちだけで過ごさなきゃなんないってことに変わりはない。バイト選手の言う通りだ。まずは水と食料の確保をしなければ。積んであった食料は無事なのです。ドクペにミネラルウォーター、おでん缶。南の島でおでん缶だと？ちょうど人肌に温まってるお。1ダースあるから8人で分ければ1人1缶と半分。リンコちゃんの分は？抱き枕はおでん食べません。あと他に着替えもあるといいんだけど。スクール水着なら女子みんなの分は持ってきたよ。ほら。あれ？1枚足りない。ごめんなさい。ってもう着替えてるのか？一度着てみたかった。はあ、これは強烈な破壊力にゃ。さすがのフェイリスも太刀打ちできないにゃ。というわけで我々ラボメンが図らずも直面することとなった
この無人島サバイバルの傾向と対策を練るため、これより緊急円卓会議を開く。無人島に不時着してまで円卓会議か。クリスちゃん、みんなで知恵を出し合って考えるのは大事なことだよ。ではまずこの無人島に名前をつけるところから始めようではないか。そこからか。ちょっとは危機感持て。だけど案外それはいいアイデアかもね。自分が今どこにいるかわからない不安を島に名前をつけることで軽減できる。テーマは何であれ、こんな風にみんなでワイワイと話すのは精神の安定にもつながる。さすがバイト戦士。俺の言いたかったことを全て代弁してくれたようだな。とか言ってどうせまたへんてこな名前をつけたいだけでしょ。しっけえな。ならば発表しよう。俺はこの島にこう名付けたいと思う。その名もノスタルジックインスラ。時を超えた郷愁の理想郷と書いてノスタルジックインスラと読ませる。12秒過ぎだろジョーコ。マユシーはそんな長い名前は覚えられないのです。何か激しく既視感のある展開なのだが。無人島の名前といえばドクターモナーの島一択だろジョーコ。ドクターモナーのと言ってる段階でそれは無人島ではなかろう。あえてその路線で行くならば狂気のメッドサイエンティストフォーインキャバラ島とすべきだ。それじゃ長すぎだよ。ではバイト選手よ、どんな名前がいいというのだ。佐渡島とか。それは普通に実在するだろう。すくみずジム。いい加減そっから離れろ。マユシーも思いついたよ。オカリン島。かりんとうみたいで可愛いでしょ。ダジャレか。もう超大陸パンゲアでいいにゃ。島なのに大陸だと。オカリンツッコミ激しすぎだよ。マユシ、今のツッコミ激しすぎだよのとこもう一度。変態はしねえ。そういう助手は何かいい名前があるというのか。助手って言うな。じゃあ今までの全部合わせてドクターモナーの時を超えた郷愁のマッドサイエンティスト鳳凰院清馬とすくみず佐渡オカリンパンゲアと略して D と。はい、これで決定。略すなら全部合わせる意味がないではないか。オカリン、やっぱり今日はツッコミ激しすぎだよ。ツッコミ激しすぎだよいただきました。もうなんなんだこの危機感のなさは。とりあえず D 島でいいんじゃない。それより食料と飲料水の問題の方が重要。なあまあそうだな。ではこれよりオペレーションを開始する。ダル、バイト戦士、クリスティーナは俺と一緒に D 島内の探索。残りのものは無事だった荷物の確認。作戦名はエデンのリンゴだ。また北欧神話か。僕もうダメ。情けないぞダル。そういうオカリンだってだいぶ息が上がってるじゃん。無駄な会話はしない。余計に体力が消耗するよ。耳を澄まして。水の流れる音が聞こえないか注意するの。待って、あれは何。どうしたのマキセクリス。水じゃないけど、ほらそこ見て、何か建造物のようなものが。行ってみよう。ちょっと待ってよ。これはなんでこんなもの。土の中に半分埋まったイカ釣り漁船。海から打ち上げられてきたのかな。中に食べ物とかあるかも。あった缶詰。まさかまたおでん缶。いやこれは秘宝缶。まだそのネタを引っ張るのか。まさか本当に秘宝の缶詰。開けてみよう。これは黄金のキノコ。これが秘宝。何地震。見て、
後ろの崖に石の扉のようなものが出現した。そしてその表面にキノコの形をした穴が。まさかあそこの穴にこの黄金のキノコを差し込めということではないか。超でっかい来たこれ。いい？差し込んでみるよ。ああ。扉が開いた。そして中には超古代文明の遺産じゃなくて、何これ？枕？何百個って数の枕。これ全部抱き枕だお。すごい。あの名作アニメラジカル少女オミットちゃんのまであるお。まさにお宝だお。そうか、秘宝ってつまり抱き枕のことだったんだね。いやいやいや、ちょっと待って。いくらなんでもこの展開はおかしいだろ。はっ、もしやこれは夢？ここまで引っ張っておいて夢落ちなんてまさか。いや、ありえないことではない。うつしよは夢、夜の夢こそ誠というかの偉大な作家の言葉もある。それはこの状況を説明する言い訳になってないだろ。だけど夢だったとして一体誰の見てる夢？俺はこんな夢は見ん。私だって。誰の夢だっていいよ。夢の中だったら怖いもんないし、僕はこのままここでハーレムの主人公になる。抱き枕のハーレムで嬉しいのか。ああ、しおりちゃん、みおちゃん、ゆいなちゃん、あやこちゃん、ねねちゃん、りんこちゃん、すみかちゃん、めいやちゃん、まなかちゃん、まゆちゃん、あおいちゃん、ゆうなちゃん、りんちゃん、ゆいちゃん、みさきちゃん、さくらちゃん、かえでちゃん、あいちゃん、はるかちゃん、ひなちゃん、りこちゃん、ななみちゃん、まおちゃん、ようこちゃん、かのんちゃん、まいちゃん、あやのちゃん、ななちゃん、ちいろちゃん。扉が閉じた。というわけで、どうやらこの D 棟は実在の島ではなく、ラボ面の誰かが見ている夢の中らしいということが分かった。橋田が抱き枕と一緒になんか変な遺跡の中に消えた後も私たちがこうして存在しているということは、少なくとも橋田の夢ではなかったようだけど。だけどよかった。夢だったらいつかは覚めるよね。普通に眠っているだけならばな。どういうこと？もし現実世界で何らかの事故等が起きていて、夢を見ている本人が例えばあの国民的アニメ22右衛門の幻の最終回のように意識不明のまま病院のベッドで眠り続けているのだとしたら、僕たちはずっとこのまま。あるいはその眠っている誰かの潜在意識が目覚めたくない、ずっとこの島にいたいと強く願っているケースも考えられるにゃ。確か宇宙王子が主人公のコミック「プラン E」の中にもそんな話があったな。あのエピソードは名作にゃ。リスペクトにゃ。私たちの中の一体誰の夢？そんな時はほっぺをつねればいいんじゃないのかな。いや、頬をつねって痛くなければ夢という判別方法に科学的根拠はない。夢とはつまり記憶だ。頬をつねると痛いという記憶がその時脳内で再生されれば夢でも痛みを感じることはある。まあでも誰の夢でもいいにゃ。どうせ夢なら夢でしかできない好きなことをするにゃ。フェイリスよ、お前もダルと同じ思考回路か。ということでフェイリスはちょっと宇宙の彼方まで行ってくるとするにゃ。宇宙の彼方って？そう、あれに乗って。ジャングルの中から地を割って宇宙イカ釣り漁船が。こんなこともあろうかとこっそり改造しておいたのにゃ。エネルギーはもちろんアステロイドベルトから吸収装置を使って補充したにゃ。それじゃ行ってくるにゃ。さらば地球にゃ。行っちゃった。それでもまだ俺たちが存在しているということはフェイリスの夢でもない。夢の中なら何だってできる。だったら
しまう。待てシャイニングフィンガー、どこへ行く？電波が通じるところを探しに。無茶だ。大丈夫、携帯は防水だから。いや、そこを心配しているのでもな。言ってしまった。桐生さんの夢でもないみたい。今度はルカ子か？ようやくここまでたどり着いたか。って何ラスボス的なセリフを吐いているのだ。私を倒すことができたらこの世界から返してやろう。漆原さんの夢だったってこと？さあ剣を取れ。私を楽しませろ。ここは私に任せて。バイト戦士、いつの間にそんな剣。岡部倫太郎、この戦いが終わったら一緒にサイクリングに行こう。待て、それは死亡フラグ。うわ二人とも消滅してしまった。それでも私たちがここにいるということは、ルカ君の夢でもすずさんの夢でもなかったってこと？ああ、残った俺たち3人のうち誰かの夢。私じゃない。俺でもない。マユシーも違うよ。だってマユシーはオカリンやみんなとずっと一緒にいたいって思うけど、やっぱり夢の中じゃ嫌だな。思った通りにいかないことはあっても、やっぱり現実の世界のオカリンやみんなと一緒にいたいのです。だからオカリン、クリスちゃん、私は先に行ってるね。トゥットゥルー、トゥットゥルー、トゥットゥルー。マユリ。消えた。ということは俺かクリスティーナどちらかの夢。早く目を覚ませよカベ。俺の夢ではないと言ってるだろう。私の夢ならとっくに覚めてる。なんであんたなんかと二人っきりで無人島に流される夢をのうのうと見続けねばならんの。どうやら夢の中でも腹は減るようだな。夕日が綺麗って、せっかく人がロマンチックな気分に浸ってるのに横でおでん缶を開けるな。お前の腹が減ったから開けたのではないか。悪かったわね。ほらとっとと食え。ただし牛すじは俺がもらうから残しておくように。いいわよ。その代わりうずらの卵は私がもらうから。なんだと。ならばさつま揚げは俺のものだ。もうぬるいな。でも悪くない。こうして無人島の海岸で二人きり夕日を眺めながらおでん缶を食うのも悪くない。何言ってんのよ岡部。これも全てシュタインズゲートの選択だったのかもしれんな。岡部、おでん缶はまだあと11個残ってる。少なくともあと11回はこんな幸福な時間が持てるということだろう。ちくわ加えながら何カッコつけたこと言ってる。クリスティーナ、いやクリス。何？ちくわ半分食べないか。いらん。そう言うな。ほらあーんしろ。もうバカかお前は。やめろこの変態。どうだ、うまいか。
美味しい。ありがとう。おーい、何をしている？そろそろ夕飯の時間だぞ。そして夕飯の後はまた円卓会議エンナカプルコだ。待っておかり。クリスちゃんがお昼寝からまだ起きないのです。じゃあ次は私がこんにゃくを食べさせてあげる。クリスちゃん幸せそう。何の夢見てるのかな。